ヘルダイバー。今回は新しいウォーボンドの Python コマンドに収録されているホットドッグの性能を検証してみました。他のガードドッグとの大きな違いは単独でベヒモスを倒す性能を持っているところです。キャニスター1本分は10秒ほどでなくなりますが、ベヒモスを出血させることができました。ベヒモスが出血すると緑の液体が噴き出すので、それを見て判断してください。燃料の残量はバックパック内のゲージで確認できます。装填してある分も含めるとキャニスター7本分となります。今回の検証は戦艦モジュールの燃焼強化を解放後の映像です。未解放の場合は結果が変わるはずなので注意してください。ホットドッグだけでもベヒモスを倒せますが、支援武器のでエスカレーターと合わせると効果的です。でエスカレーターで2発撃つとベヒモスがスタンするので安全に倒すことができます。電撃のダメージも入るのでこちらの方がベヒモスが早く力尽きます。他にもスピアガンやガスグレネードなどを使って安全に倒すこともできます。エポックと組み合わせても効果的です。ベヒモスを倒すにはフルチャージを2発当てないといけませんが、ホットドッグがあれば1発ですぐに倒せます。うまくいけばリロードせずに2体のベヒモスを倒せることになります。クエーサーキャノンで狙いを外してしまった時の保険にもなります。胴体に当たってしまいましたが、ホットドッグがあればクエーサーキャノンのクールダウンを待つ必要はありません。4秒ほどで出血し始めてきたらつきます。またハルトやパシファイアでスタンさせるのも良いアイディアでしょう。ホットドッグの炎はベヒモスのお尻や胴体に当たるようにすると効果が高いです。一方炎が正面だけに当たるとキャニスター1本では倒しきれないようでした。ベヒモスをスタンさせたら側面や後ろに移動して炎が当たる位置を調整するといいでしょう。しかしホットドッグが燃料を補給すればすぐに倒すことはできます。ホットドッグとトーチャーのコラボレーションがついに実現しました。この組み合わせだとベヒモスを5秒ほどで倒すことができます。トーチャーについて詳しく知りたい場合はこちらの動画を参考にしてみてください。インペーラーは炎が弱点に当たると5秒ほどで倒すことができました。一方横から炎が当たるとキャニスター1本では倒せませんでした。インペーラーは素早く処理しないと危険なので自分で撃った方がいいでしょう。一応キャニスター1本と少しで倒すことはできます。残念ですがタイタンに対してホットドッグが反応することはありませんでした。他の対抗手段を用意しておく必要があります。今回は詳しく取り上げませんがこれは伐採ツールです。次は敵の群れに対してどのように機能するか確認してみましょう。ホットドッグの炎で地面が燃えるのでダメージゾーンが展開されます。それによってハンターやスカベンジャーなどはすぐに燃え尽きてしまいます。またアルファコマンダーやウォリアーを倒すのに十分な火力も備えています。今回はテストなのでホットドッグを見守りましたが、アルファコマンダーを 4.5 両ほどで燃やし尽くしてしまいました。実戦では自分の射撃も加わるのでより素早く敵を倒せます。ご覧のようにアルファコマンダーと増援で呼ばれたウォリアーも素早く殲滅することが可能です。新しい武器のワンツーをワンマガジン消費しました。発見されていない状態なら増援を呼ばれる前に始末することもできます。ハイブガードとバイルスピューワーは3秒ほどで燃え尽きます。シュリーカーに対してはタイミングが合えば燃やしてくれることもあります。しかし大量のシュリーカーを倒すことは期待しない方がいいでしょう。またこのように敵が大量にいる場面では地上の敵を優先して狙うようでした。交代しながら戦うときはホットドッグが大いに活躍してくれます。ホットドッグだけでストーカーを倒そうとすると反撃されますが、対処はかなり楽になるはずです。燃やすのに4秒ほど必要でした。このようにパシファイアなどでスタンさせればあとはホットドッグが燃やしてくれます。今度は3秒ほどで燃え尽きました。次は王とアトンについて見てみましょう。ハルクを燃やすにはキャニスターが1本あれば十分です。燃料は6割ほど消費して6秒ほどで倒すことができました。またエスカレーターやアークスロワーを使ってスタンさせるのも効果的です。どちらも4発ほどで倒すことができます。5秒ほどで倒せてしまいました。ホットドッグだけでオーストライダーを倒すのはおすすめできません。キャニスター1本ではオーストライダーを倒しきれないのでホットドッグは犬小屋へ戻ってしまいます。燃料を補充して再出発するのに5秒ほどかかります。オーストライダーを倒すのにキャニスター 1.3 本ほど必要でした。ホットドッグは
他の支援武器と合わせて使うことをお勧めします。特にエスカレーターとの相性はいい感じでした。骨盤を狙って撃てば5発で倒すことができます。胴体を撃つと倒すのに10秒ほど必要になってしまうので、なるべく骨盤を狙うようにしましょう。またアークスロワーと合わせるのも悪くないと思います。でエスカレーターより倒すのに時間はかかりますが、こちらは弾薬に制限がありません。アークスロワーは11発ほど撃つことになると思います。ホットドッグは先に帰ってしまいましたが、13秒ほどで倒すことができました。またホットドッグがあれば遮蔽から体を出さなくても敵を倒すことができます。デバステーターは3秒ほどで燃え尽きてしまいます。しかしヘビーデバステーターの盾に炎が当たると倒すのに時間がかかります。燃料を7割ほど消費して倒すのに7秒ほどかかってしまいます。余裕がある状況なら炎が当たる位置を調整すると素早く倒せます。先ほどと違い 3.5 両で燃やすことができました。中型の敵に対してはキャニスター1本で3体ほど倒せる感じでした。強化スカウトストライダーも問題なく倒してくれます。地面に炎が着火すれば小型の敵はすぐに倒れるでしょう。またホットドッグは20メートルほどの距離で敵に反応するようです。背面に炎が当たればタンクを破壊することもできます。4秒ほどで破壊できましたが、背面以外に炎が当たると効果は低かったです。基本的には自分で破壊した方がいいでしょう。迫撃砲や対空砲、バンカータレットも破壊してくれます。ばらつきはありますが5秒ほどで破壊できるようでした。またパッチボに背面が中装甲になりました。新しい武器のダブルフリーダムを使えば同時発射ですぐに破壊できます。ホットドッグはキャノン砲とガトリングが壊れたファクトリーストライダーに反応しませんでした。ガトリングを残した状態なら倒すことはできましたが、おすすめできません。キャニスターの消費は3門ほどでした。次はイルミネートについて見てみましょう。ホットドッグはキャニスター1本でハーベスターを倒すことができます。ホットドッグの感知範囲内はハーベスターの電撃が飛んできやすいので注意が必要です。ホットドッグだけでも9秒ほどで倒せましたが、シールドを自分で破壊すればもっと早く倒せます。またハーベスターがレーザーを出している最中に近づけば感電しにくくなると思います。シールドを破壊してからだと5秒ほどで倒すことができました。最も安全なのはハーベスターをスタンさせることができる武器を使うことです。パニッシャープラズマやピュリファイアーなどを使えば電撃もレーザーも飛んできません。ハーベスターがよろめくので前進しながらホットドッグの感知範囲を保ってください。支援武器ならアークスロワーやでエスカレーターでスタンさせることができます。どちらの武器も2発ほど当てればスタンするはずです。シールドはプライマリーウェポンで破壊した方がいいでしょう。フレッシュモブについて見てみましょう。ホットドッグだけでもキャニスター1つでフレッシュモブを燃やすことができました。新しい武器のワンツーと一緒に使ってみましょう。ワンマガジン消費して4秒ほどで倒すことができました。炎の当たり方によって結果は変わりますが、オーバーシアーを3秒ほどで倒すことができます。エレベートオーバーシアーの方が早く倒せることが多いようでした。実戦では自分も射撃するわけですが、オーバーシアーの処理がかなり楽になります。ホットドッグの燃料を計算しても3体ぐらいなら素早く倒すことができるでしょう。ウォッチャーの処理には向いていないと思います。倒すのに3秒ほど必要なので増援を呼ばれる可能性が高いです。大量のソウルレスを相手にするときもホットドッグとプライマリーウェポンだけで対抗できます。ホットドッグの炎で地面が燃え上がるので体力の低いソウルレスはそれだけで倒すことも可能です。ワンツーをワンマガジンほど撃ちましたが、この時点で20体以上のソウルレスが倒れました。ご覧の通り炎の上を通過したソウルレスがどんどん解放されていきます。おそらく40体ほどのソウルレスが民主主義の魂を取り戻したのではないでしょうか。個人的には今回の黄金の Python コマンドで一番気に入ったのはホットドッグです。メイン武器の火力補助や一部の大型に対抗できる性能から装備構成の幅が広がる面白い戦略支援武器だと思います。特にターミニットとイルミネートではかなり活躍してくれると思います。欠点はホットドッグの炎で自分が燃える可能性があるので熱耐性のあるアーマーを着るのも選択肢の一つです。皆さんはホットドッグについてどう思いましたか？ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。追加された他の武器に関しては別の動画で取り上げたいと思いますのでチャンネル登録してお待ちください。それではご視聴ありがとうございました。